皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。錆びついたドイツの再建が果たされようとしています。ヨーロッパ各国においては再軍備を宣言し、各国防衛費は GDP 比 5% を目指すといった方向でおおむね合意されました。中身としては純粋な防衛費としては 3.5%、関連の費用として 1.5%、合わせて 5% です。それぞれ2035年までというある程度先を見越してのこの数値なわけですが、国によってはもっと早くこの 5% へと到達することを目指している国もあります。例えば、直接的にロシアの脅威を感じている東ヨーロッパの国々などは GDP の 4% を超える状態へと早くも突入しており、数年以内に 5% の基準を達成するだろうと見られています。一方で、ヨーロッパだけではなく世界的にも経済大国であるドイツは2030年以前の段階において GDP 比 3.5% を達成しようとしています。そのため今回一気に膨れ上がった軍事費をもとにしてドイツ軍の再建が一気に進められようとしています。まずはそのニュースから見ておきましょう。ブルームバーグ通信よりドイツ250億ユーロ規模の戦車発注を準備。250億ユーロは日本円で4兆2500億円です。ドイツは最大2500両の装甲戦闘車両と最大1000両の主力戦車の購入を検討している。対ロシアの抑止力として NATO の新部隊創設に向けたヨーロッパ共同の取り組みの一環になるという。 NATO はドイツに対し10年以内に最大7個の戦闘旅団を NATO に送るよう求めている。今回の購入が承認された場合、装甲車両及び戦車はこうしたNATO 部隊向けに装備される見通しだ。ロシアによるウクライナ攻撃が激化しており、NATO 諸国は懸念を強めている。関係者によると、購入規模は約4兆2500億円に上る可能性がある。ただし、調達交渉はまだ進行中であり、最終金額はこれより少なくなる可能性もあるという。今世紀に入ってからのドイツは基本的に軍縮傾向が続いていました。NATO 加盟国であり、周辺国は特にこれといって脅威のない状態だったことから、とにかく経済優先の姿勢が取られていました。そのため、NATO に参加する部隊にのみ資金が回されて、それ以外のドイツ連邦軍としては陸海空それぞれにおいて整備が全く行き渡らない状態に陥っていました。また、経済優先とは言いつつも、基本的には財政規律を非常に重んじた憲法にあたる基本法があり、防衛費にお金をかけるといった思想が全くドイツには欠けていたのです。そのため、2022年のロシアによるウクライナ侵攻が始まって以後においても、ドイツはシュルツ政権において十分な防衛費の増額といったものができない状態が続いていました。しかし、ここに来てメルス首相へと変わったことにより、この方針も大きく転換しました。憲法にあたる基本法を改正し、防衛費を GDP 比 3.5% に向けて一気に増額させていきます。そこでまず打ち出されてきたのが今回のような陸軍の再建です。主力戦車レオパルト2の1000両の調達、装甲車両ボクサーは2500両、従来のドイツからは考えられない規模の大規模な調達です。ただ、ウクライナ情勢についての解説動画を多く見られている方の中には、戦場を支配しているのはもはやドローンであり、このような戦車や装甲車両を大量に調達することはお金の無駄ではないかと考える人もおられるでしょう。ただ、この点について言えばおそらくドイツは対抗技術の開発にもお金をかけてくるはずです。というのも、ドローンが来るというのはもう分かりきったことなので、ロシア軍が散々試行錯誤しているような戦車に覆いをかぶせるようなことをしたり、もしくは従来の近接防御システムをさらに発展させるか、どちらかについてかなりのお金をかけてくることでしょう。また、従来では標準ではなかった上部装甲を守るための爆発反応装甲などの標準化といったものも打ち出してくるかもしれません。どのみち非常に頑丈なドイツ製の戦車や装甲車両は、ウクライナの戦場では平均的に言えば3から5発のドローンにはある程度耐える力があると見られています。少なくともロシアのバイク兵のように一発でやられるよりは、よほど乗員を守る性能はあるでしょう。あとは本体の頑丈さにどれだけの近接防御兵器を搭載できるかどうかが今後の鍵となります。そして、
防衛予算の増額といったものと同時に、ウクライナに対する支援についてももう一段階力を入れることができるかもしれません。産経新聞、ドイツが防空システムをアメリカから購入検討。ロシアの侵攻を続くウクライナを支援提供へ。ドイツ政府の報道官は、ロシアによる侵攻が続くウクライナを支援するため、アメリカの防空システムパトリオットを購入し、ウクライナに提供することを検討していると明らかにした。ウクライナでは、ロシアのミサイルや無人機による攻撃が相次ぎ、防空システムの確保が課題となっている。一方、ウクライナに対する兵器供給を一部停止したアメリカは、必ずしも一枚岩で供給停止したわけではなさそうです。トランプ政権、対ウクライナ武器供与停止で混乱。相次ぐ方針転換、路線対立が影響。トランプ政権が地対空誘導弾パトリオットを含むウクライナへの武器供与の一時停止を決めたことをめぐり、混乱が広がっている。トランプ大統領はゼレンスキー大統領との会談で、パトリオット追加供与に前向きな姿勢を示したばかり。ロシアがウクライナへのドローン攻撃を激化させる中、ヨーロッパ諸国からはアメリカの関与維持を働きかける動きが強まっている。トランプ大統領は3日、ウクライナ侵略を続けるプーチン大統領と電話で会談。アメリカが仲介を試みるロシアとウクライナの停戦への進展は何も得られなかったと発言。ロシア軍はその後もウクライナの首都キーウなどに過去最大規模とされるドローン攻撃を行っている。こうした中でトランプ大統領はゼレンスキー大統領と電話で会談。トランプ大統領はウクライナの防空体制を支援したい考えを伝えたと報じられている。トランプ政権がウクライナに対する兵器の供給停止といったものを決めたのは、必ずしもトランプ大統領の命令ではなかったかもしれないと報じられています。ウクライナ支援に反対している人たちにしてみると、ウクライナへの兵器供与はバイデン政権の行ったいわば悪行のようなもので、トランプ政権ではそれを清算すべきだと考える人たちがいます。ただ、トランプ大統領自身がウクライナに支援するのかしないのか、その時々で発言がかなりコロコロと変わるため、内部においてもトランプ大統領の意向とその都度噛み合ったり噛み合わなかったりするようです。こういったこともあって、ドイツは先ほど取り上げたニュースのように、ドイツがお金を出すからもうパトリオットミサイルをウクライナに売ってくれるようにと話をつけようとしているわけです。一方で今回のウクライナ情勢に関連して中国の王毅外相が非常に注目できる発言を行っています。ロシアの敗北は見たくない。中国外相が EU 側に発言。アメリカ政権の関心が向かうのを懸念か。中国の王毅外相が EU のカラス外交安全保障上級代表との会談で、ウクライナに侵攻したロシアの敗北は見たくないと発言したと報じられている。王毅外相はトランプ政権の関心がウクライナ問題から中国に向かうのを懸念しているとの見方を伝えた。EU 側は王毅外相の率直な意見に驚かされたという。報道によると、王毅外相は中国が軍事や財政面でロシアを支援しているとの批判に対し、仮にそうしていれば、戦争はだいぶ前に終わっていたと反論した。王毅外相の発言を受けた EU 側の高官は非常に驚いたと言います。何しろ、これほどあからさまに本音と見られるような発言をするとはちょっと考えられなかったからです。中国としては、ロシアによるウクライナ侵略は、ロシアが負けない程度であれば、いくらでも続いてほしいし、それによってアメリカの関心が中国に向かない方が良い。これはおそらく本音だろうと十分考えられる話だからです。中国がロシアに勝ってほしいと思って本格的な支援を行えば、単純にロシア軍の物量は今の2倍3倍へと膨れ上がっていたことでしょう。基本的に中国は大陸国家であり、ロシアと同様にして陸軍の物量作戦においては非常に膨大な軍事物資を持っています。ただし、勝ってしまうと今度はどちらにしてもアメリカの関心がウクライナ情勢から中国に向かうという同じ結論になるわけで、中国としても勝たない程度の支援に留めているという意味も含んでいるかもしれません。一方、戦争犯罪に対する関心がどんどんと薄れてくる中において、ロシア軍の行動も悪化が続いています。ロシアが化学兵器の使用拡大、ウクライナでクロルピクリン使用確認、ドイツなど非難。ドイツとオランダの情報機関は、ロシアがウクライナで化学兵器の使用を拡大させ、化学兵器禁止条約に違反していると非難する共同声明を発表した。これまでに催涙ガスなどの化学兵器が使用されているが、より強力なクロルピクリンを確認したとしている。ウクライナ側は、
ロシアによるウクライナ軍に対する化学兵器使用が2022年2月の侵攻開始以来9000件以上に上り、少なくとも3人が死亡したと主張。化学兵器禁止機関は昨年11月と今年2月、ウクライナ側から提供された手榴弾や土壌のサンプルに化学兵器のボート鎮圧剤が含まれていたと発表した。いわゆる即死性のある毒ガスではないものの、化学兵器禁止条約に該当するボート鎮圧用の薬が使われていたようです。ただ、もはや日常的に一般市民が殺害されるような戦争犯罪が日常化しており、そうしたこともあって、こうした化学兵器禁止条約に違反していることも、もはや大きな関心を呼ばないような状態になってしまいました。戦争の日常化によって、もはや核兵器以外を使った攻撃においては、大きなニュースにならないというのが今とこれからの現実になろうとしています。なお、ロシア国内のハリウッドの経済発展はもはや影を潜めているようです。ロシアで未払い賃金急増。1年で3倍超。高金利で企業の資金枯渇。深まる景気後退の兆候。ロシアで企業による従業員への賃金未払いが拡大している。5月の未払い賃金は約30億5000万円に上り、1年前から 3.4 倍に増加した。主な要因は、ウクライナ侵略を背景として、ロシア中央銀行が設定してきた 20% 以上の政策金利により、利子の支払いに追われて手持ち資金が枯渇する企業が増えていることだという。未払い賃金の増加は、景気後退の兆候といえ、プーチン政権は危機感を募らせている。インタファクス通信によると、ロシアの統計当局は5月末時点の未払い金額を発表。企業の未払い賃金発生は、業種としては建設業が 46.8% で首位。以下は製造業、水処理ゴミ回収業 9.3%、不動産業 7.6% と続いた。賃金未払いの主な理由は企業の自己資金不足だという。ロシアはウクライナ全面侵攻直後の2022年3月、欧米主導の経済制裁による通貨下落を防ぐため、それまで一桁台だった政策金利を 20% に引き上げた。2024年10月には侵攻後最高となる 21% に設定。インフレ抑制のための高金利は反動としてロシア経済を圧迫している。プーチン大統領も我々はインフレと戦い、経済を軟着陸させようとしている。この問題に適切に対処すると述べた。ロシアはこれまで石油や天然ガスをヨーロッパに売りつけることによって築いた莫大な貯金を基金として積み上げてきました。ここ最近の本格的な国家間戦争における戦いでは軍事費を大幅に増大させてきました。国家予算の3割程度が戦争関連の費用です。そのような大規模な資金投入が可能だったのは、これまで積み上げてきたエネルギー資源による外貨収入であり、今はそれも大きく減少しています。お金の供給が止まってしまえば、ロシア内部における経済が一気に暗転する危険性を含んでいます。ただ、そうした状況を少しでも改善しようとして、ロシアによる北朝鮮への依存はさらに高まろうとしています。北朝鮮がロシアに3万人追加派兵の見通し、ウクライナは警戒。戦場において多くの兵士たちが死傷するといったことが続いているわけですが、それを埋め合わせる手段の一つとして、今ロシアが考えているのが北朝鮮からの兵士の増派です。クルスク州での戦いだけではなく、その他の戦線においても、北朝鮮兵の配備を進めることによって、国内経済が完全に破綻する前に、ドンバス地方の完全制圧や、動かなくなってしまった南部戦線における領土の再占領などを狙っていることでしょう。ちなみにドイツが戦車1000両を調達しようとしているというこの規模、陸上自衛隊の保有する戦車が300両ですから、だいたい陸上自衛隊の3倍以上という話へとなるわけで、従来から保有していた戦車数に加えることを考えれば、ドイツ陸軍の体験は十分果たされることでしょう。ただし、これをもってして日本の自衛隊の戦車保有数が少なすぎるといったわけでもありません。単純に日本の場合だと周りが海ですから陸上自衛隊が出番が来るというのは基本的には後の話であり、まず戦うのは海上自衛隊や航空自衛隊です。そちらの方の戦力をしっかりと整備し、プラスアルファ、継戦能力としてもミサイルをどれだけ確保しておくかが重要です。ドイツの場合だとロシアの脅威を考えた場合においては地続きであり陸上戦力や空軍力といったものがまずは重要となります。しかもロシアによるウクライナ侵略でもわかるように、とにかく兵士が亡くなることについて無頓着な物量作戦といったものを用いることが分かっており、ロシアと戦うとなれば基本的には
少数精鋭の部隊ではなく、本当に物量を伴って受け止める必要があるわけです。また、一国で戦うわけではありません。陸軍の規模で言えば、ポーランドがヨーロッパではトップ級の戦力を整えようとしていますから、そうした他のヨーロッパ諸国との部隊と共同して戦えば、十分にロシアには対抗する戦力となります。ただし、今求められているのはヨーロッパが戦えるようになるだけではなく、どれだけウクライナに対する支援も増加できるかです。ヨーロッパにおいて防衛費 GDP 比3.5 プラス 1.5 でも 5% といった話が出てきたわけですが、どうせならウクライナ支援のために GDP 比 0.5 から 1% を割り当てるみたいな目標があれば、とんでもない勢いでウクライナを増強できるななんていうふうにも思ってしまいます。今後ドイツ軍の再軍備は確実に前進していくことが予想されるわけで、あとはどれだけメル首相がウクライナに対しても量を伴った軍事支援を行うか、ここに注目していきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。戦争が西洋化することによってウクライナ情勢大きな動きがないと報じられなくなってしまいました。しかし途中で何が起こっているかを知れば国際情勢の今後についての考察も深まることでしょう。ぜひともこのチャンネルの動画を見続けてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。